早期退職したい、そう思った時に YouTube のおすすめに現れる早期退職経験者の動画、悩んでいるからこそ共感しますよね。そしてそんな動画をたくさん見て、自分も早期退職を決意する。ちょっと待ってください。もしかすると会社を辞めたい気持ちが先にあって、その判断を後押しする情報ばかり集めていませんか？気づかないうちに辞める方向からしか見ていないのかもしれません。私も61歳で会社を辞めたので、早期退職を否定するつもりはありません。ただ、辞めたい時ほど自分が集めている情報を一度疑った方がいいと思っています。人間には自分が信じたい情報だけを集めてしまう確証バイアスという癖があります。そしてこれは会社を辞める時だけでなく、私の身近な買い物でもしっかり起きていました。身近な例として最近の私の話をします。私が動画撮影に使っているのはこれです。今のところ大きな不満はありません。壊れてもいないし、十分使えています。でも新型カメラが出ると、ついレビュー動画を見てしまいます。性能が良くなった、便利になった、いろんな動画がおすすめに上がってきます。買い替えるメリットがあるのかないのか、最初はそう思っていたはずでした。でもいつの間にか考え方がどっちを買おうかにすり替わっています。今のカメラで十分という選択肢が消えて、買うことを前提に比較を始めている。実は買い替えてもそう大差はないんです。そのお金を別のことに使う選択だってある。でもそんな都合の悪い話は頭に入らなくなっていきます。それが確証バイアスの怖いところです。買い物なら失敗しても数万円で済むかもしれません。でも同じことが会社を辞めるかどうかで起きたらどうでしょうか。早期退職でも同じことが起きます。会社に自分の居場所がない。もう出世することもなさそうだ。この先も会社の歯車として使われるだけ。そう感じたときに早期退職動画を見て、50代後半なら早期退職を考えてもいい。割増退職金がある今がやめ時。会社にしがみつく必要はない。と言われたら強く共感するでしょう。そして関連動画を見続けるうちに、辞める理由ばかりが増えていきます。退職金の割増分と定年までの収入、どっちが多いかの比較や、働けば将来の年金がさらに増えること、
会社が折半してくれる社会保険料のメリット、そうした会社に残った場合の情報はだんだん目に入らなくなっていきます。支出の面で言えば、退職後に必要な資金の冷静な見積もりも必要なはずです。カメラの話と同じです。買うことありきで比較していたように、会社を辞めることを前提に理由を集め始めてしまう。早期退職が危険なのではありません。自分が望む結論に合う情報だけで人生の大きな判断をしてしまうことが危険なんです。確証バイアスを避けるために必要なのは、反対の意見を探すことだけではありません。一度 YouTube やネットから離れて自分の日常に戻ってみることだと思います。動画やニュースで目立つのは、会社を辞めて人生が変わったという人、割増退職金で得をしたという人、早期退職して後悔した人、資産がたくさんあるという人、ない人、どうしても極端な話です。でも自分がこれから生きていくのは動画のような人生ではありません。今の仕事はあとどれくらいなら続けられるのか、精神的にあと数年我慢できるのか否か、給料がなくなった後どんな暮らしになるのか、辞めた直後だけでなくその後何年もその生活を続け受け入れることができるのか、家族はどう思っているのか、考えるべきなのはそういう地味な現実です。都合のいい答えだけを選ばず、見たくない数字や苦しい選択肢も一度受け止める。それでもやめると決めたなら、誰かの正解話に乗ったのではなく、自分の日常から出した答えになります。確証バイアスに支配されないというのは、迷わなくなることではありません。地味で苦しい現実から目をそらさずに、それでも自分で選ぶことだと思います。ここまで偉そうに話しましたが、明日また新しいカメラやギターの動画を見たら、私はきっとこれを買うべき理由を探し始めると思います。確証バイアスは知ったから消えるものではありません。でも今自分は結論を先に決めていないか、そう気づくだけでも少し立ち止まることはできます。皆さんにも欲しい答えばかり集めていた経験はありますか？よかったらコメントで教えてください。このチャンネルではリタイア後のリアルなお金の話や日々の暮らしについて発信しています。チャンネル登録といいね、ハイプをいただけると励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。